どうも、クピオです。キャンピングカーのトイレ探しの旅に終止符が打たれそうです。新しいポータブルトイレ購入しました。ラップポンサニーという防臭袋で自動で密閉してくれるラップタイプのトイレになります。このラップポンサニー発売されたばかりです。小型になり、1回あたりのコストも下がり、これからメインで使っていこうと思います。この後家族で車中泊に行きますんで、キャンピングカーのマルチルームに実際に設置してみて、実際に使ってみたいと思います。自分もそうなんですが、家族が使えるかどうか試してもらいます。それではラップポンサニーのスペックをお伝えします。従来の重さサイズより全て一回り小さくなって軽量になってブラッシュアップされています。まずは重さなんですけど、7キロです。もう全然軽く持ち上げられます。サイズがこの奥行きが 46.5 センチで、幅こちらが36センチ、高さが 24.7 センチ、これが折りたたんだ状態です。そしてこの足を展開して使用します。この足をこんな感じでカチャッと言います。そうですね、これで簡単に展開できました。で、この状態で使用します。これで奥行きが 46.9 センチで、幅が36センチ、高さが 42.1 センチです。この蓋を閉じた状態です。蓋を開けるとこの厚みがありますんで、どうですか、1センチぐらい下がりそうな気がします。耐荷重が150キロなんで、どんな方でも大丈夫ですね。定格消費電力は60ワット、価格が12万1000円税込みです。これ安くなりました。前は20万近くしていました。コストも安くなりましたんで、後で詳しく紹介します。付属品なんですけど、凝固剤が30回のやつが2パックあります。で、これ1回開けたんですけど、こんな感じで1個ずつ包装されています。で、これがラップなんですけど、30回分入っていて、これも2セットあります。これすごないですか？めちゃくちゃちっちゃくなりました。前のラップポンはすごい大きかったんですよね。狭いキャンピングカーには本当ありがたいです。で、AC 電源です。こちらコンセント挿して、ラップポンの後ろに挿して電気を通して使います。裏に挿すところがあります。で、これ気になるのが AC 電源なんで、例えばマルチルームに設置するときに AC コンセントがないと使用できません。ラップポンのサイトを見てると DC ソケットですね、車のシガーソケットから挿して電源取れるオプションも4400円になりました。あとはこういったポータブルバッテリーですね。こういうのがあればマルチルームでも AC コンセント挿して使えます。でもマルチルームになんか大きいポータブルバッテリー置くの嫌ですよね。なんで自分ちょっと小型のモバイルバッテリーで AC 付きですね。それをちょっと探しています。それが使えたら結構便利だと思います。もしくはですね、このケーブル結構薄いんで、例えばマルチルームのドア少し隙間ありますよね。で、そのままドア閉めれたら、もうこれ中で電源挿してマルチルームではなくてキャンピングカーの AC コンセントに挿してそのまま使用できます。それも試してみます。で、もう一個なんですけど、これ折りたたみ式のラップポンなんですけど、手動式です。で、これがモバイルバッテリーで熱密着できます。これもね DC 出力なんですけど、これとこの裏させるんですよね。なんでこれも一回試してみます。ちょっと話脱線しちゃったんですけど、あと付属品でオイルがあります。これは多分メンテナンスの時に必要になると思います。で、もう一つ付属品があって、これなんとケースです。こんな感じでラップポンがそのまま入ります。コンパクトになりますんで、これは車中泊のキャンピングカーだけじゃなくてキャンプとかでも持ち運びで使えそうです。そして1回あたりのコストなんですけど、この専用のフィルムロールが30回使えて税込み1320円で、専用の凝固剤これも30回使えて1100円税込みです。なので30回を1回あたり割ると両方合わせて 80.6 円になります。前が100円以上していたんで、こちらもコスト下がりました。そしてですね、こういった社外品の凝固剤が Amazon で結構売ってます。で、一番安いタイプだとニューゾーブという商品で1580円なんですけど、1袋100回使えるようなんでコストは 15.8 円です。そちらを使うとフィルムロールと合わせて1回あたり 59.8 円まで下がります。これはもう専用のやつ使わないとダメなんですけど、結構安くなったんでコストが下がりました。この凝固剤はラップポン専用が好ましいと思うんですけど、別に専用じゃなくても使えます。設置する前に他のトイレとの比較を軽くしたいと思います。で、大きく分けて3つに分かれます。まずはこちらラップポンシリーズですね。このラップポンサニーと同じで水が入れなくて熱圧着式のラップ式トイレです。こちら防臭袋使用しますんで、匂いはほとんどしません。これがラップポンブリオというタイプなんですけど、こちらはキャンピングカー用ではなくて介護用のラップトイレになります。キャンピングカー用と性能は全く同じなんですけど、介護用の方が安かったんでこっちにしました。こちらはこのリモコンを押すと
電気でフィルムが回って、で熱圧着して匂いを閉じ込めます。なのでトイレしたら家のように何もしなくて大丈夫です。で最後お物が出てきて、それをゴミで捨てるだけです。でこちらが最近よく使ってたラップポンなんですけど、こちらは手動になります。これ開けてこんな感じで引いて、でこれも熱圧着します。この手動方式なんですけど結構よくて、こんな感じで取り外して簡単に折りたためます。なので狭いキャンピングカーでも収納ができます。ただ難点がですね、この専用のフィルムのロールが結構高くてコストがね200円近くします。なんでもこれ使用するのに200円で考えると気軽にできなくなっちゃいました。こちらのラップポンブリオの方はコスト1回100円ぐらいでした。なのでこれがもう自動で簡単で一番いいんですけど、重たいんですよね。で結構幅取りますんで、この出し入れはもう不可能に近いです。あとの2タイプなんですけど、こちら本当にノーマルタイプのポータブルトイレで、もう何もない結構原始的なタイプで、普通に袋を敷いて玉材など入れて固めて縛って捨てるタイプになります。でこういったノーマルタイプもあります。こんな感じでこう広げて、でゴミ袋セッティングして用を足すタイプもあります。こういうの家に1個あれば災害時も安心だと思います。で最後カセット式なんですけど、これがキャンピングカーにも設置されていてくっついてました。これは水で流すタイプになります。ここを押すと電気流れてますんで、水もタンク入っていってジャーって水流れます。でこの弁みたいなのがあって、ここを開けると下に流れます。で汚水タンクがありますんで、その汚水タンクに薬剤入れていたら匂いはあまりしません。で帰ってからその汚水タンクを戸建ての方なら庭にあるこういった汚水が捨てれるところに開けて捨てます。もしくはもう家のトイレそのまま開けてジャーって流しちゃうかですね。カセットトイレはこれ以外に、この設置型以外に動かせるポータブルタイプのカセットトイレもいくつか持っていました。でももう使わなくなったんで処分しちゃいました。やっぱりカセットトイレは帰ってから処理っていうのがありますんで、だんだん面倒になってきます。なので帰ってから処理がいらないこのラップ式が本当に便利でした。という感じでキャンピングカーで合計7台ぐらいですかね、トイレ使ってきたんですけど、自分はやっぱりラップポンが一番合ってるなと思いました。ただこのラップポンを使ってなかったのはさっきもお伝えしたんですけど、重かったり大きかったりしてマルチルームから取り出すことが不可能でした。マルチルームでシャワー使わなくてもう設置型で大丈夫な方はこういった大きめのラップポンで十分だと思います。で自分のような取り出したりとかもっと小型軽量タイプのラップポンを求めていたら発売されました。大きいキャンピングカー以外に軽キャンピングカーなど普通車でも使えそうですよね。これははい、こんな感じでリュックみたいになりました。それでは今から車中泊に行きますんで、ラップポンさんに持って行って設置して実際に使ってみます。はい、今実際家族で車中泊していて、でトイレしたくなってきたんでラップポンさんに設置します。はい、これがね新しいラップポンサニーってやつで、もうこれトイレやね。なんかそうは見えへんな。実際に今日使おうと思って持ってきてんけど、こんな感じで、まだ使ってないからテーブルの上置いてるけどね。あ、確かにほんまやな。一回出しますでこれが置いてたんでる状態で展開します。おなんか出てきた。なんか開いた。これであ、そういう感じか。切る状態。へえ。ちょっとセッティングするねここで。はい、じゃあ最初便座とフィルムガイドを取り外す。便座取って取れるわ。でフィルムガイドこれかな。取れた。取れた。次がこのフィルムロールをガイドに沿って置く。一回開けます。これすごいちっちゃいやろ。これで30回ぐらいね。すごいな。前ね結構大きかったから、これはすごいコンパクトになってストックも置いてきやすいしね。そうやね。矢印、上になるように置きますと、これでいいんかな。で次はこの結束バンドっていうらしいんだけど、これが、これを取り外しますって4箇所。すごい簡単に1箇所2箇所。次がこのフィルムガイドまた戻すんかな。カチッと入れるまで。カチッと入れました。次はフィルムロールを押し込む。この端を持ち上げて30センチぐらい持ち上げて、こんなもんかな。そうだね。で一つに上部をまとめます。で下に押し込むとグッと。これでいいかな。すごい。で次は専用のチグ、ここにあるやつを取って、でここかな、押し込みます。これでいいかな。これでなんか入ったね。止まった。
そこでいいかな。あ、うん。あ、でも入ったらもうそれは取っていいらしい。取っていいここのロールにちゃんと紙が挟んだら OK ってことかな。両方2箇所あるから。なるほど。はい。あ、ありがとう。ありがとう。タイミング完璧。でこれで完成で電源スイッチを押しますよ。ありがとう。はい。じゃあ次電源を挿して。あ、ディスプレイが光ったね。でこれでスタートかな。1回目押します。これをスタートを2秒間押します。はい。1、2。あ、なんか動き出した。中と取る。うわ。動き出して。これで100カウント。これ100秒なんかちょっと分からへんけど、この100カウントが消えたら熱圧着してもうゴミとして取れるみたい。なんかなってる。あ、終わりました。はい、これ取ってみます。お、取れてるわ。あ、こんな感じで熱圧着。ほら、かなりしっかりしてる。ほら、ちょっと熱いわ。でこれで1回目終わったから次から使用できる感じかな。へえ。なんかこの色めっちゃ懐かしない？前のやつと一緒の色やね。そう、さっきガーって動いてんのもちょっと見て懐かしかった。なでこれさ、前のさ熱圧着よりなんか太くなってるよね。ああ、確かに。密封具合がすごい強くなってる。すごいがっちりって感じで。前なんか線でピーって感じだったよね。そうやね。そんなイメージだった気がする。ちょっとその辺は比べてないか分からへんけど、凝固剤やねんけど、今回このラップポンさんにカットだけについてきた付属の凝固剤もう開けて入れてもらって、この袋ごとも入れてくれたらいいから。あ、なるほど。あとティッシュとかもそのまま入れてくれていいし、で用を足したらここ2秒間押してって感じで、やってみたいねんけど、で試したいのがね、これ AC コンセントつながなあかんねんけど、このモバイルバッテリーラップポンあんねんな。これは折りたたみ式の手動式のタイプなんやけど、なんか使えない可能性の方が大きいねんけど、一回ちょっと試しでやってみます。でこれ純正抜いて、でこのモバイルバッテリーも挿しますと。でスイッチを押します。電源入りましたと。バッテリーあるね。はい。でこのままスイッチを押します。お、なんと電源が入りました。ただ熱圧着できるかどうかが問題から、ちょっと実際にもう一回やってみよう。できる可能性低いけど、一回試してみます。壊れたら自己責任ということで。でこれ凝固剤を実際にもうやるとして、トイレの場合入れますと。でこれでもうこうしてもらって、でちょっと実物出されへんから、これをお水をコップ1杯分入れますと。でこれで終わりましたと。でティッシュも入れてもらって、あれ消えたね。消えた。もしかしてこれスリープに入ったんかな。ちょっと一回軽く押してみる。あ、いけるね。スリープかもしれん。押します。1、2。お、いけました。これで最後もいけるかちょっと様子見ます。あ、ダメでしたね。あかんかったね。一回これカウント始まってんけど、92ぐらいで消えちゃったね。消えた。でもう一回モバイルバッテリーの電源ちょっと押したら反応して立ち上がったけど、やっぱりねモバイルバッテリーではボルト数は12ボルト出るねんけど、これ DC やからね。でもねアンペア数がちょっと電流が足りへんかって、エラーで止まっちゃった感じや。ちょっとこのモバイルバッテリーではあかんってことだよね。なるほどね。はい、今ちょっと AC 切り替えてやったんですけど、前のところが出てきました。するとこんな感じで途中で終わってたんで、一応熱圧着し始めて、で結局電源落ちて切れずに終わった感じで、やっぱシンプルに電流が足りなかったっていう感じかな。実際にちょっとマルチルーム置いて使ってみようか。実際に設置してみます。マルチルーム入れますと。見たい。おお、全然いけるね、スペース的にも。なんかぴったり。これでできんねんけど、これ冷たいからこれ用意しといた。これ100均で、これやったら冷たくないと思うからこれ貼って、まず俺やってみようか。出んの？出る。はい。無事終わりました。ラップポンサニー初めて終わりました。もう何の変わりもなく、前のラップポンと全く同じ。快適にできました。使いやすそう。これは安心です。で、ちっちゃいから結構マルチルームも広く足も余裕があって、使いやすかった。ちょっと一回やってみて。
はい、どうでしたかトイレ使ってみて。なんか前みたいにできた。何も変われへんよね。すごい使いやすかった。やっぱりラプポンやね。自動トイレめっちゃ楽。あとは首見もできるか、子供用の便座あるから、また今度試してみようか。そうだね。で今日はもうバンクベッドで寝るそのまま。そうします。じゃあおやすみ。はい、おやす。はい、2人首子と首宮をバンクベッドで寝ました。なんでちょっと声ちっちゃめに喋っています。自分は今日一人ここでゆったり寝ようと思います。今回このラプポンさんに初めて使ってみて感じたことなんですけど、まずこのロールのフィルムロールですね。これの取り替えが少しコツがいるなという感じでした。ただ取り捨てであればすぐできますんで、ラプポンの横に置いておきたいと思います。でデメリットもありました。まず一つ目なんですけど、 AC コンセントがいるんですよね。こちら分かっていたんですけど、今回この自分のマルチルームには AC コンセントがないんで、こんな感じで電源コード出しておいて、で引き込んでいます。でここの扉のところなんですけど、少し隙間あるんでこんな感じで普通に閉まります。なんで隙間なかったらこの方法はできません。もうマルチルームに AC コンセントない方は増設するか DC ですね、 DC ソケットを増設するしかありません。で2つ目なんですけど、これすごい惜しいなと思いました。この電源挿すところ後ろここにあるんですね。7センチか5センチぐらい飛び出してます。これがなければもっとこの壁側に寄せれるんですよね。前のラプポンより一回りちっちゃくなったんで、このマルチルーム全然問題なく置けるんですが、もっと狭いマルチルームもキャンピングカーの中にあります。あとは軽キャンピングカーとかですね、軽バンとかそういうキャンピングカーにも頑張れば設置できるサイズと思いますので、その時に少しでも壁側に寄せるために電源コードは L 字かこの横どちらかか、前にあればもしくは下ですねとかあればもっと壁側に寄せられたかなと思います。で良かったメリットなんですけど、もう最初から分かっていた小型軽量持ち運び可能、そして性能は従来と変わらなくて、今回使ってみてそれを確認できました。で1回あたりのコストが下がるんで、完全にラプポンの上位互換になりました。でもう一つのメリットはこのフィルムロールですね。専用のロールが通販で買えます。でもう一つこれと似たポータブルトイレ、ナッツ RV さんからルーシールというポータブルトイレがあるんですが、そちらはバッテリー内蔵で小型で同じような感じですごい使いやすいんですけど、こういった替えのストックがナッツ RV さんに行かないと買えません。もうナッツ RV さんに通販で買えるようになったかもしれませんが、ちょっと自分が確認した時はまだ買えませんでした。なのでナッツ RV さんの店舗が近くにない場合はトイレのストックがなくなると遠出しなくてならなくなります。ナッツ RV さんの車に乗っている方はメンテなどでたまに行くことがあると思うんですけど、乗ってない方はいろいろハードルが上がりそうです。その点ラプポンは通販のネットサイトも充実してますんで、そちらで購入できます。あとは Amazon などでもそのうち購入できるようになると思います。最後でですね、このトイレかなりおすすめできます。というのもキャンピングカーなどこういった狭い場所もそうなんですが、災害時ですね、やっぱりトイレがかなり難儀します。水が出ない場合はトイレはもう使えません。そして避難所のトイレも実際の阪神淡路大震災を支援されに行った方に聞くと、トイレが大変なことになっていて、もう使用できない状態だったらしいです。なので市民にも使えるし、そういった災害時にも強いラポ式トイレはかなりおすすめだなと思いました。で今後このジル520のトイレなんですけど、前まではこのマルチルームシャワーと兼用で使っていたんですが、今後ですね、こちらのリアベッド2段あるんですけど、こちらも撤去してこっち側をトイレ専用のマルチルームにしようかなと思います。何か扉ですね、こういったカーテンか扉をつけてこちら側をマルチルームにします。でこちらが空きますんで、キッチン延長して料理しやすくするか、でもしくはその兼用の台ですね、パソコンなど使える台にするか、でもう一個兼用が化粧台とかですね、ドライヤーとか化粧ができるスペースにすれば家族での車中泊も快適になると思います。その辺もまた動画にしていきます。それではご視聴ありがとうございました。